皆さんこんにちは。内科皮膚科医の友森新です。前回シートマスクについてお話をさせてもらいました。その中でね、皆さんが今度おすすめのシートマスクありますかというご意見多かったので、今回はドラッグストアで買えるシートマスクについてお話ししようと思います。皆さん覚えてますか？前回の動画でシートマスクするときは夜じゃなくて朝の方がいいですよ。そして長時間やるのをやめてください。お風呂の中で汗をかきながらすると効果が半減してしまうことがありますし、ニキビで炎症が激しい方は刺激になることがありますからやめてくださいということでしたよね。皆さんしっかりとその辺は注意してみてください。でシートマスクドラッグストア行ったらたくさん売ってたんですけれども、今回、成分としていろいろお話ししますが、その前に一つ注意点です。シートマスクを選ぶ際にはもちろん美白したいとかたるみケアしたいとか、いろんな乾燥肌対策したいということあると思うんですが、まず大前提でシートマスクというのは一つ一つ個包装になっているものを選ぶようにしてください。これは成分というよりはこの個包装になってないとですね、毎回自分の手を、入れて大容量のを取るようになると、手の雑菌がそのシートマスクのパックの中で繁殖してしまう。大容量のものだとね、こう一枚一枚取るじゃないですか。そうなってしまう可能性がありますから、もしどうしてもそういうものを使うとしたら、もうすぐに使い切るか、もしくは確実な方法というのは一枚一枚個包装になっているものがいいと思いますので、そういった目線でまずは選ぶようにしてください。では早速ドラッグストアでおすすめのシートマスクご紹介していきます。まず1つ目がこちらです。はい、こちらルルルンプラスベータホワイトというシートマスクかな。これね、私クリニックの近くに杉薬局さんがあるので、実はこれね、杉薬局限定って書いてあるので、もしかしたら杉薬局さんにもしかしたらというか杉薬局さんにしかないものなのかなと思います。で、私これ見てすごいびっくりしたのが、初めてというか見たのがですね、このベータホワイトという成分なんですね。で、このベータホワイトっていうのは成分名でいうとオリゴペプチド68というのが成分名になります。ではこのオリゴペプチド68っていうのがどういう働きをするかというと、これはですね肌の成長因子と似たような働きをするものらしいんですね。で、肌の成長因子っていうのは例えばどういうものがあるかというと、皮膚のターンオーバーを促すような EGF だったり、コラーゲンやエラスチンをアップさせる FGF、 あとは皮膚の再生をなく IGF で、あとは抗炎症作用がある TGF とか、いろいろ言われていて、これは私たちのお肌の中にあるんですね。で、それを真似ていろんな、疑似的なその成長因子を作って化粧品に入れているんですが、このベータホワイトっていうのはその中でも抗炎症作用だったりとか、あとコラーゲンやエラスチンをアップさせるような作用がある、TGF-β という成長因子があるんですが、それを真似て作ったペプチドになります。なのでこれね、実は美白って書いてあるんですよ。ベータホワイトルルンプラスって書いてあるので、なんとなくこう美白という感じのイメージがあるんですが、このベータホワイト自体はもちろん抗炎症作用があるので、紫外線が当たって炎症が起こってシミを作ってくださいという指令を抑えるという働きはあるとは思いますが、どちらかというと、ツヤだったりとか、あとはこう内側からこう張りが出るとかっていうような意味合いなのかなと私は思っています。ただこの中には実は角質層の奥まで浸透しやすい脂溶性のビタミン C と言われる VIIP ですね、テトラヘキシルデカン酸アスコルビルという成分が入ってます。この脂溶性のビタミン C 誘導体はですね、水溶性に比べて即効性はちょっとないんですけれども、角質への浸透が高くてですね、水溶性に比べてゆっくりゆっくりじわじわ効くんですよ。そしてあと水溶性のビタミン C ちょっとピリピリしたりすることもあるんですが、この脂溶性は比較的刺激が少ない、抗炎症作用のある肌の成長因子 TGF-β を真似て作ったペプチドが入っていますので、ちょっと敏感肌に傾きがちなんだけれど美白もしたいよっていう人にはおすすめかなと思います。あとはハリやたるみケアもね、ある程度効果はあるんじゃないかなと思うので、そういった方は是非使ってみてください。そしてもう一つがこちらです。はい、こちらミノンアミノモイストウルウル美白ミルクマスクになります。
こちらはですね、もうミノンって言ったら敏感肌、乾燥肌の人へっていう、キャッチフレーズでね、敏感肌の人にも安心だよという製品になると思うんですけれども、それはまず無香料無着色ですし、アルコール的なものを使っていないので、スッとしたりあと刺激になったりということは少ないと思います。でこのミノンの一番のポイントはアミノ酸なんですね。これは肌が持っている天然保湿成分、角質層にあるんですけれども、それの 50% 以上がアミノ酸になるんですよ。なのでこの天然の保湿成分が低下してしまっているのが乾燥肌の人なので、それを補ってあげますよというのがこのミノンさんの商品の特徴になります。プラス L アスコルビン酸グルコシドという水溶性のビタミン C が入っています。なので敏感肌なんだけど美白マスクと書いてあるのはこの水溶性のビタミン C になります。この L アスコルビン酸グルコシドっていうのは水溶性の中でも持続型の水溶性ビタミン C の誘導体というふうに言われているので、一旦角質に入るですね、安定的に効いていくという特徴があります。で刺激も他の水溶性のビタミン C 誘導体は少なめですから、そういった意味ではこちらの美白マスクに入っているビタミン C 誘導体も水溶性だけれども敏感肌の人にも問題はないかなと。でもう一つグリチルリチン酸ジカリウムという抗炎症作用がある成分も入っていますので、そういった意味では本当にもう美白っていうものよりも敏感肌の人にしっかりと保湿成分を入れ込んであげるという意味ではおすすめのシートマスクになります。であとこちらですね、シートマスクのこのシートもですね、実はこのシートマスクに使われているシートの、素材ですね、これもですね刺激が少ない繊維で密着感も優れていますので、本当に敏感肌の人っていろんなものが刺激になりやすいですから、そういった意味でも敏感肌の人でも安心して使えるシートマスクなんじゃないかなと思います。続いてはこちらです。トランシーノ薬用ホワイトニングフェイシャルマスク EX になります。こちらでもトランシーノといえばもう乾パンっていうイメージだと思うんですね。それも間違いないです。なぜかっていうと乾パンに効くトラネキサム酸というものがこちらのトランシーノのもう一番の有効成分になります。トラネキサム酸っていうのはもともと抗炎症作用があって、内科とかではですね止血剤、血を止めるお薬としても使われているんですよ。ただこのじゃあトランシーノですね、トラネキサム酸が入っている乾パンの人だけですかっていうと実はそうではないんです。さらにこの指令は肌に炎症がある場合、紫外線が当たった時にメラニンを作ってくださいという指令を止める作用がこのトラネキサム酸にはあるんです。でこの紫外線が当たったと同じような指令が実は肌荒れを起こしている時にも起こるんですね。なので肌荒れが起こって炎症が起こっていると、それは日焼けと同じようにもう肌に炎症が起こってます、メラニンを作ってくださいという指令になるので、グリチルリチン酸ジカリウムっていう成分も入っていますので、ダブルでメラニンを作るのをブロックするという効果があります。さらに内側には水分を溜め込みやすいような厚みのあるレーヨン素材が使われていますから、美容成分をたっぷり溜め込んで外側にねたっぷり肌にねしっかりと届けるようなタンク&リリース機能という処方がされているマスクになるんです。なので他のものに比べて浸透がさらに良くなるシートを使っています。このトランシーノもミノンも実は製薬会社さんが作っている、化粧品になりますので、そういったシートにまでこだわりを持って作っていらっしゃる感じですね。このトランシーノどういった方に使ってほしいかというと、やっぱりもうこれは日焼けをしやすい人、あとは肌に炎症を起こしやすい人ですよね。なのでうっかり日焼けをしてしまったよっていう時のレスキューにはもってこいのものだと思いますので、これからね紫外線が強くなる季節には持っておいて、今日ちょっとうっかり日焼けしちゃったなっていう時にはしっかりと朝やってみるのもいいかもしれません。いかがでしたか？シートマスクってね、ドラッグストアに行ったらもう本当にこのね一面にコーナーがあるぐらいたくさんあって、ワクワクするような商品がいっぱいあったんですけれども、その中でもねこういう風に成分で選んでみるとご自身に合ったものが見つかるんじゃないかなと思います。
であとね、毎日やりますっていう人もいるんですけれども、毎日はしなくても1週間に 1,2 回でいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、やりすぎてしまうと前の動画でも言いましたけれども、角質層がふやけてしまう可能性もありますから、あまり長時間、そして毎日ということはやめて、スペシャルケアで週に 1,2 回使ってみることがいいと思います。このチャンネルではこのように美容健康について分かりやすく説明していますので、よかったらチャンネル登録してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。